きないように、自分は同じ料理は二度と出さないっていうイメージでやってるんですけど、言えば来るほど面白くなる、それを目指して。料理人って2時間で人を幸せにできる最高の仕事だと思ってる。素晴らしい食材とそういう人たちがいっぱいいるので、少しでもやっぱお客様とかいろんな方にちょっと発信できたらなと思います。常磐前という形で。今日一緒に撮った一緒に船に乗ったしらすと今日一緒に回った農家さんのポンガル農園さんのみょうがです。でもやっぱり綺麗だよね、すごく。うん、やっぱりえぐみがなくてすごく美味しいと思います。フレッシュって感じ。すごいクリアって感じですね。なんかナチュラルでストレスが一切ない。これが本当1時間2時間経っていくごとにドリップとかが出ちゃったりして、いろいろと変わってきた。しらすっていうのはまず、結構いろんなところで取れる魚なんですかね。取れますね。でもそのしらすが美味しいとかってその漁場によって多少多分違うと思うんですよ。なんか餌とか海域とか、違いはないんですか。それよりもなんか鮮度がなるべく取ったらすぐに食べるっていうことで美味しさが結構変わってくるみたいな感じなんですか。だったり配送の仕方とか提供の仕方でもう本当に全然別物になっちゃうと思います。しらすっていうのは、結構やっぱ茨城ってやっぱどうしても寿司マニアの中でも寿司好きな方とかグルメな方の中でもやっぱ鹿島のハマグリとか、そういうなんか代表的な魚魚介のイメージあるんですけど、しらすってあんまイメージなくて、ただ結構一大産地なんですか。そうですね。各漁港にやっぱりそのしらす専属で取る人たちがやっぱりいるんで、で自分が買い付けてるその久慈漁港のとこにもやっぱりしらすメインでやってる人たちがいっぱいいるんで、うまい。やっぱ冷やし込みとアク抜き。なんでこれポン酢にしたんですか。ポン酢普通にしてますか。いや美味しいですよ。でこれもうちのうちで作ったポン酢で、お寿司でお醤油で出そうかと思うので。なるほど。おつまみはポン酢。ちょっとさっぱり。いいですね。暑い、今日暑かったんで。香りですか。もう入ってる十分し。すごい香り。これ茨城の牛乳だけでチーズ作ってる、これ笠間なんですけど、笠間のチーズ。チーズです。イメージ的にスモークサーモンなイメージなんですけど、どっちかっていうと生ハム的な感じのニュアンス。ちょっとハムっぽい感じがする。それは砂糖と塩を混ぜて一回麹をって言ってこう塩を全部出して、水分でその後に
塩味抜いて、はい、塩出ししてまたこう紙で水気切ってっていう感じで、結構カンパチって皮目がコリッとしててでちょっと脂があるみたいなイメージで、寝かせると寝かせるでまた熟成っぽい感じなんですけど、しっとりの、はい、これちょっとなんかブラインドで食べてカンパチって分かんないですそう池越しのあと締めた後3日寝かせですか今日。今ちょうど台風とかすごい来てたり、潮が海がね荒れてたり、すごい結構厳しくて、魚を用意するタイミングもちょっとなかなか難しい時期だったんで、はい、その時に買った中でちょっと池越ししたりして、でこれとこれがちょっと出せるかなっていうのでご相談して出したカンパチです。池越しってどういう意味ですか？池越しって活魚を、水揚げして、普通だったらその水揚げした魚を買ってすぐ締めて、おろしたり出荷したりってしちゃうんですけど、1日2日置いて漁獲した時に魚が暴れたりして疲れてるんで、それを休ませるために1日2日寝かせるとまた身が元の状態に戻ったりとかして、より長い期間熟成させたりとか、日持ちするような魚が仕上がるってことなんですよね。ちょっとストレスを緩和してあげる。そうです。ストレス緩和させたりとか、あと天然で泳いでた魚なんで餌とかを食べてるんで、そういうものを吐かせたり体から出すっていうのもその役割ですね。なんだこれ。オクラ自体にすごい味が濃いというか、タイも結構うまみギュッとしてる感じがします。これでも寝かせてますよね絶対。いやこれもカンパチと同じ工程でやってます。水揚げ日は一緒なんで、結構取れた場所も一緒。ナチュラルな感じナチュラルでしっとり味が濃くなってくる感じです。よく鮎とかでやるんですけど、背越し。背越し、はい、プロもって言ってますよ背越しいや、筋目とかもしないってことですよね。何もしないです。小肌の生ってこんな味なんですね。酢との相性もいいんで。ああ、そっか、ポン酢で、でも本当に多分味みたいな感じですね、イメージ、産地によって違うもんなんですかね。いや、そこまでは。ただ西のメヒカリよりは常磐のメヒカリの方が骨が当たらない、火を通して食べるときに、メヒカリのわら焼き、はい、このわらもうちのシャリに使ってる稲わら焼きにしてます。油がすごい。すごい優しい。黒い油ではない。お上品ですね、すごい。おお、うまっ。ほろほろにとろけていく。でまたわらのこう香りがまたおしゃれに香るな。松茸です。間に入ってるのは鮎松のこれフライって言っていいんですか？フライです。鮎松フライ。松茸の中に鮎を追い込んでフライにしてますね。これも挟み込むの大変ですね。細かいですね、仕事が。
食テロすぎますね。で揚げたてだからまた、衣がギュッとしてうまっ。ここで握り。マダイ？まあ、あとしらすでありとかイカとか、そういうのを食べて、夏場の前の産卵から餌を食べて回復した個体なんで、いわゆる普通のイメージの淡白なタイとはまた全然違う感じですね。いやー美しい。触った瞬間油がツルツルし、わさびが結構いい感じに、このわさびすごい鼻を香る。太いな。これ細かい。なんだこのフォルム。回転寿司なんかあるじゃないですか、ゲソついたヤリイカみたいな、来たやつ。そう、あれの高級バージョンです。いいですね。うわ、あ、でも結構しっかりパキッとしてる感じがあるですね。何これ、うまっ、うまい。生姜のせても美味しいです。ただこれはその大量に取れないですもんね、この個体は。たまたま一匹いたっていう。でもすごい刺すのが、だって売れないですよねこれ。そうですね、これ狙ってないんでね。硬くはない。フォルムが美しすぎる。味だけど味のほど濃くないっていうか、なんかないですね。希少ですか。数年前は結構取れてたんですよ。松江さんは今営業夜だけですか。昼も予約あれば、前日までにお電話いただければ。それはだから貸し切りじゃないとダメとかないんですか。いや、そんなことないです。本当ですか。はい、前日までの予約、全然開けます。当日急に開けてくれっていうのはちょっとできないんですけど。前日までに空いてれば。ゴロゴロでフルーティーなタイプ。辛みがしっかり、酸味もしっかり。一切れのインパクトが強い。太平洋で泳いでた。イワシ。お、イワシこれ。本当食感良かったですけど。いや、柔らかいです。ソフト系で、味がいい意味で薄いです。すごいナチュラル。なんかすごい淡かったですよ。味がナチュラルすぎて。でこれも筋目とかじゃないですよね。すごいナチュラル。めっちゃ美味しい。メヒカリ。うわ。これ大木さん。生メヒ。すげえ可愛いな。星の寿司。新時代の野菜寿司だな。うますぎる。これ全部レンコン。レンコン。うわ大内さんは茨城のどこでどんなお仕事を今されてるんですか。日立の久慈漁港で、水揚げされた魚を競りとか入札で買って、でそれを箱詰めとかして、主に豊洲とか各地方の市場に出荷っていうのをやってます。これがまた、これもしあれか。これうまっ。
うまっ。やっぱ全部でもイワシもアジも全部似てます、味が。やっぱりしらすによってきてるんで、そういうところまで郷土シリーズアジが一番良かったです。もはや謎のアジかっこはてな。これもだから最近その伊勢海老をブランディングしてるんですよね。常陸の国エビ。常陸の国伊勢海老来ましたね。今常陸の国伊勢海老ってブランディングしてて、茨城県も力入れて柄を全部アメリケーヌみたいに出たアメリケーヌ柄を出して、でそこに味噌と合わせて抽出してますね。味噌とエビの身も入って、そこでちょっとミキサーで回して。最後にこう鼻からわさびがふわっとこう抜けて、味わいが変化していくと思います。はい。ぜひ。うわ、これがハマグリ。ハマグリおぼろ。ハマグリおぼろ。うわ、初めて聞いた。やっぱなんか味噌っぽいですね。世界初。世界初。ブリブリしてる。ハマグリおぼろ、何これ。何これ。甘いっすね。でも結構ちゃんと水分抜いてるケースね。その日に汚れて。生えないですけど、めっちゃ美味しかったですね。マダイの方が食べ応え感があったっすよね。しっかりしてる。だからネタがもうある程度のしっかりした身があると、なんかより一体感が出る。カスゴのその目利きポイントって素人にも分かりやすく言うと、やっぱサイズがちっちゃい方がいいとか、そのサイズ感も一個あるんですか。どこを見るんですか、カスゴは。寿司で使うのがメインになるんで、やっぱサイズ。あとは鮮度感と魚体ですよね。あとは魚が小さいんで、どうしてもスレとか多いんで、見える部分とかはやっぱりちょっと使うのに買う人がこれはなと思うようなやつはできるだけ跳ねるようにしてっていうか。網に引っかかる。定置網。定置に引っかかるんですか。定置網なんで、もう鮮度はいいんですけど、大なり小なりもいろんな魚が一気に何本ってこう、同じ網に入ってるんで、それでやっぱ傷ついたりすれたりっていうのは出てきちゃうんで、その傷つきにも結構味に影響するもんなんですか、やっぱり。どうしてもやっぱりそこから傷んできたりとか、身に水入っちゃったりとかするから、やっぱ鱗とかも何にも取れてないようなのはやっぱ最上だとは思うんですよね。いいんで、囲む感じで。ナスの握り。おうちのところ。常磐のどころですか。太平洋取れるんですね。日本海のイメージが強いんですけど、太平洋もいけるんですね。半分残していただいて。はい。これ残します。例のなんか見覚えがあるぞ。スープがやばすぎる。
うわー、たっぷりっすね。本丸さん玉ねぎのネギトロ、紫玉ねぎで海苔も極限まで炙るんで、すごい割れたり形がいびつになっちゃうんですよ。玉ねぎが辛みがあってキュッとしてる。やばいなこれ。かんぴょうは栃木じゃないですね。茨城のかんぴょう。噛めば噛むほどじゅわっと。初めて来店したお客さんはちょっと割と浅しめっていうか、白系にちょっと赤混ぜたり。お米もこっちのお米ですか？お米、はい、茨城。なんていうお米ですか？これコシヒカリです。コシヒカリ。お酢は赤白ブレンドですか？お酢赤白ブレンド。横井さんですか？横井。この前飯尾さん行ってきて、これちょっとまた別でまた作ってるんですけど。お地図使うんですか？白酢の方ですよね。白と赤もお願いしてるんですけど、まだ順番みたいで。でもこれシャリすごい赤酢のコクありますけど、全然重たくないですね。軽やかな感じがする。だから僕全然今食べ疲れしてないんですよ。そうですね。あんまり塩味立たせてないんですよ。やっぱりなんかやっぱ創作。この硬さが浸水させてないです。うちは。だからこんな硬いんだ。極限までさせないように水も切って。甘っ。甘いけど皮が分厚いんで甘さはこっちの方が強い。僕茨城派。大の方が爽やかです。ちょっと酸味がある。ピン目からしらす来ると思わなかった。いただきます。本当に取れたて。そうですね。さっき太平洋で泳いでたしらすなんで。すげえ究極のごちそうだ。うまっ。やっぱほんのりした海の味ですよね。塩の味がする。すごい白い。ふわふわトロトロの詰まり具合みたいなの見てるんですか？そういう柔らかさです。柔らかさ。で囲む感じで。ナスの握り。うまっ。臼井さんナスやばかった。ちょっと持ってかれましたね。ここでこれ出されちゃうと大トロの位置づけでしたね。ナスのトロですよね。ナスやばいですよね。あれ味付けは何ですか？あれうなぎのタレとかもう全部継ぎ足ししてやってるんですけど、うちの煮詰めって一度ニューヨーク行ってまた帰ってきて、見習いの頃から作ってて
各店こう行きながら行ってもう自分で独自で作ってて、これはもう自分のなんでって言ってこう、もうニューヨークにも行って、それでまた世界中を渡り歩いてきたタレの。タレです。でもその大地さんと松江さんの関係性はもう長いんですか？たまたまこんなところに寿司屋さんあるんだっていうので、はい、お邪魔させてもらったのがきっかけで、ちょうどその時に自分こういう仕事してるんですっていうので、茨城主体の魚もちょっと使っていろいろやっていきたいんだって話をしてて、すごい長いって本当に自分が常磐前って言ってやり始めたのも本当最近で、それができるようになったのってやっぱり大地さんがいるからで、大地さんがいないとその常磐前っていう自分の常磐前寿司っていうのはちょっと成立し、大内さんにやっと会えたので、その常磐前っていうのがやっとできるようになったっていうイメージですね。きたー、常磐もの。はい、底引きです。背中も丸。本当に目が光ってますね。はい。いいですね。グリーンですね、目がなんか。本当新鮮で背中も盛り上がって、本当に。何トンって水揚げなんですけど、その中からも本当大きいのだけ全部寄ってくれて。これやっぱ大きいんですか？大きいです、大きいです。のおつまみって感じがする大人になって分かるこのしみじみとした美味しさ、なんかすごい派手な一品じゃないじゃないですか、ウニとかマグロとかと比べると。でもやっぱり大人の人はこういうのが、お上品に美味しい。キラキラに輝いてるですけど、僕は今日のメヒカリは生の握りの方が絶対好きです。ちょっと大きい感じですよね、今日の。あ、そうです。そうですね。多分ビッグ M の嬉しいね。メヒカリの握り結構映えないかったですけど、生でこんだけ食べるってないんで。香りを出すんですよ。でもこれってなんでブドウっぽい。そう。これ何ですか？メヒカリ常磐ものです。メヒカリを一度揚げて、粉打って揚げてから魚だれ、うちの特製の魚だれ、海外渡った魚だれ。さっきのじゃあナスのと同じ。大五郎も一緒だ。見てるのってその辺で買ってるやつがそのやつとかみんながディープフライもうかなりの高温で揚げるんですよ。パリパリと海苔もパリパリ。やっぱメヒカリの油とタレの食欲をそそる香りとシャリと海苔っていう。いやでも過去今日3回目の取材でしたけど、僕が一番マニアックで毎回良かったですけど、なんかやっぱお店も雰囲気すごい良くなって、ネタもやっぱり地元にこだわっていろんな方のパイプ作ってっていうのがなんかまた進化されてるな。ただ何も見ないで出すより、そういう人たちにお会いしてできるっていうのはやっぱりその
気持ちも伝わりますし、その気持ちをやっぱこう伝えられる。自分は料理人って2時間で人を幸せにできる最高の仕事だと思ってるので、本当にもう来てもう感動してもう仕事頑張れるとか言ってくれる、もうその人が自分たちの自分も他にもそれが励みになるので、もう大内さんとかもうテレスの中卸さん、配送の方、漁師さん、農家さん、本当お寿司屋さんの少女さんの本当いろんな人たちのたすきがこうつながって、最後自分がこうたすきをいただいて最後お渡しするのが自分の最後の役目だと思っているので、そこは本当にしっかり命のたすきをちゃんとお客様に伝えられるように自分で日々努力して頑張ろうかなと思います。茨城にこんないろんな魚があるんだから美味しいんだっていうのを今日体験させていただいて、それ魚に限らず野菜とか、果物もそうですね、本当にちゃんと目を向けてあげると、やっぱらしい食材とそういう人たちがいっぱいいるので、そういうのを少しでもお客様とかいろんな方にちょっと発信できたらなと思います。常磐前という形で常磐前の進化を楽しんでください。ありがとうございます。あとぜひ次回東京で面白い機会はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はごちそうさまでした。ありがとうございます。おかみさんもありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございます。一体感ですね。一体感。寿司はやっぱりそのシャリとエビももう40以上40グラム以上のものを使う。でかいな。イカのどういうところが好きなんですか？いろいろチャレンジさせていただきます。